今日はコーヒー牛乳プリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はコーヒー牛乳プリンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、パックで売っているコーヒー牛乳を使って簡単プリンを作っていきたいと思います。プリン自体の材料はコーヒー牛乳と卵だけで作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプリン生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。コーヒー牛乳、卵。今回はこちらの2つの材料で作っていきます。まずコーヒー牛乳なんですが、こちら雪印さんのこの有名なコーヒー牛乳を使っていきます。こちらはお好みのものを使用していただいて OK です。そして卵2つですね。今回は L サイズの卵を使っていきます。M サイズの場合は 2.5 個分入れてみてください。今回はこのコーヒー牛乳だけの甘さを利用していくので、もし甘くしたい場合はお砂糖を加えてください。ただ今回はカラメルも作るのでお砂糖は入れなくてもね、十分美味しく召し上がっていただけると思います。続いてカラメルソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。グラニュー糖、お水、お湯、こちらの3つの材料でカラメルソースを作っていきます。こちらのグラニュー糖に関しましては白砂糖を使っていただいても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにカラメルソースから作っていきます。まずフライパンにグラニュー糖を入れてください。グラニュー糖を入れるときは全体に広げずにできるだけ1箇所にまとめて入れてください。そうしましたらここにお水を入れます。そしてこのお水がグラニュー糖全体に浸透するまで一度待ちます。はい、このように浸透しました。そしたら火にかけます。火加減は中火です。このまま少しきつね色になるまで加熱していきます。注意していただきたいのが、この時中を混ぜてしまうとグラニュー糖が結晶化して固まってしまいます。なので少し色が変わるまでは中をいじらないように加熱してください。はい、今ねちょっと色が変わってきたの分かりますかね。そしたらフライパンをこのように回して色をね均一にさせていきます。この後お湯を加えるんですが、かなり湯気が出るので必ず換気扇を回して、そして蓋も準備しておいてください。全体がいい感じのカラメル色になるまでこのように弱火で加熱していきます。時折ねこうやってフライパンを回しながら加熱していきましょう。ここら辺になると結構ね色が変わるのが早くなるので焦がさないようにだけ注意してください。ちょっとね換気扇強めます。はい、そしてこのぐらいですね。こんな感じで薄いきつね色になったら火を止めます。であとは余熱でねカラメル色に仕上げます。このぐらいですね。いい感じのカラメル色になったらお湯を入れます。弾くのでやけどしないように注意してください。では入れます。入れたらですね、蓋を持ってちょっとゆすります。この時もやけどしないように注意してください。はい、フライパンが落ち着いたので蓋を開けます。これでカラメルの完成です。そうしましたらプリン容器を用意してください。この中にカラメルソースを入れていきます。はい、このように入れてください。それでは残りも同じように入れていきます。はい、OK です。それではこちらはね、使うまでこのまま置いておきます。ちなみにですね、今回は 150ml のカップ2つ分と 120ml のカップ2つ分になります。こちらは目安にしてみてください。それでは続いてプリン生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして泡立て器で溶きほぐします。はい、 OK です。このぐらいシャバシャバになるまで溶きほぐしてください。それでは続いてコーヒー牛乳を加えます。こちら一度に入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。しっかりね生地が馴染むように混ぜてください。はい、もう生地はこれで完成です。あとはですね、一度こちらの生地をこします。そうするととても滑らかで美味しいプリンに仕上がります。それでは生地をこしていきます。こす時は茶こしなどを利用してください。ではこします。
はい、OK です。一度こしていただくと、このように溶きほぐせなかった卵白だったりとか、あとは卵黄膜などを取り除くことができます。生地はこれで完成です。それでは先ほどの容器の中に流し入れます。はい、このように入れました。それではね、上にアルミホールで蓋をしていきます。はい、OK です。それでは今からこちらをフライパンで蒸していきます。それではね、フライパンを使って蒸していきます。フライパンを使うときは底が深いフライパンを使ってください。もしない場合はお鍋でも大丈夫です。そしたらですね、まず一つ容器を置いてください。そしてこの容器の3分の1ぐらいまでですね、そのぐらいまでお水を入れます。このように入れたら容器を一度取り出します。そして火にかけます。火加減は強火です。このまま一度お水を沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら一度火を止めます。この時湯気が上がってくるので、やけどしないようにだけ注意してください。そうしましたら、ここにキッチンペーパーを3枚ほど敷いてください。この時もやけどに注意しましょう。そうしましたら、やけどしないように容器を入れます。はい、で容器を入れたら蓋をしてください。そしてもう一度火にかけます。今度はですね、火加減は弱火です。このまま8分蒸していきます。はい、火加減はこのぐらいの弱火です。はい、今ね、8分経ちました。そしたらね、蓋を開けてください。そして火を止めます。では一つチェックしたいと思います。やけどに注意してアルミホイルを一つ取ってください。そして肩を少し斜めにします。この時に生地が流れてこなければ OK です。すごいプルップルの状態ですが、これでも大丈夫です。そしたらもう一度蓋をして、もし心配な場合は 2,3 個ね、チェックしてみてください。そしたらもう一度蓋を押します。そして火にかけて再沸騰させてください。もうね、15秒とか20秒ぐらいでクツクツしてくるので、そしたら火を止めます。そしてこのまま10分置きます。最後は余熱で仕上げていきたいと思います。そうすることでとても柔らかい仕上がりになります。はい、10分経ちました。そしたら蓋を開けてください。そしてもう一度蓋を取って、そしてここできちんと固まってるかチェックしてください。こうやって傾けた時にね、こんな感じで生地が流れ出てこなくて固まってれば OK です。ちょっとね、プルプルの状態でもね、流れ出てこない状態であれば大丈夫だと思います。そしたらね、こちらをフライパンから取り出して粗熱を取ります。はい、フライパンから取り出しました。そしたらですね、表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーをかぶせて、そして粗熱を取ってしっかり冷まします。はい、プリンが冷めました。そしたらですね、上にラップをします。そしたらこちらを冷蔵庫で1日しっかり冷やします。はい、1日経ちました。このように美味しそうに仕上がってます。はい、これでコーヒー牛乳プリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにとても滑らかな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。もうプルプルです。いただきます。美味しい。コーヒーの風味もしっかり残ってすごく美味しいです。そしてこのプリンがとても滑らかですね。カラメルともすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のコーヒー牛乳プリンのポイントです。まずコーヒー牛乳なんですが、今回私は雪印のコーヒー牛乳を使ってます。こちらはお好みのものを使って作ってみてください。そして卵なんですが、こちら L サイズを使ってます。もし M サイズを使う場合はだいたい 2.5 個分入れていただくといいかなと思います。そしてカラメルを作る時のポイントです。カラメルを作る時はですね、まずグラニュー糖をフライパンに入れて、そしてその上にお水をかけてください。お水が全体に行き渡ったら火にかけて、その後はですね、色が変わってくるまで絶対中は触らないようにしてください。ここで混ぜてしまうとグラニュー糖が結晶化して固まってしまいます。なので必ず何もせずにそのまま火にかけてください。そして色が変わってきたらフライパンを回しながら色付けてください。そして程よいカラメル色の手前ぐらいになったら火を止めて、あとは余熱で色を調整してください。その後ですね、お湯を入れるんですが、お湯を入れると湯気がバッと上がってくるので、やけどだけには十分に
に注意してください。そして生地を作る時なんですが、生地を作る時はですね、しっかり混ぜていただいて、最後にきちんとこしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。そしてプリンを蒸す時なんですけれども、今回は深めのフライパンを使ってます。こういったようなフライパンがない場合はお鍋でやっていただいても大丈夫です。そして蒸す時なんですけれども、必ずキッチンペーパーやまたは布巾を下にして、その上に型を置くようにしてください。そうすることでプリン生地にゆっくり熱が入って、とても柔らかくて滑らかな仕上がりになります。そして8分経ったら一度アルミホイルを外してプリンを傾けて、生地が流れ出てこないかチェックしてください。この加熱時間に関してなんですが、容器の種類やあとは鍋の大きさとか形によっても適正な加熱時間が変わる場合がありますので、こちらはですね、一度8分経ったらチェックしていただいて、もし固まってない時はプラスで2分ずつ加熱して様子を見てください。そして生地が流れ出てこなくなったらもう一度蓋をして、そして再沸騰させてから火を止めて、そしてその後蓋をしたまま10分余熱で仕上げてください。最後は余熱で仕上げることでとても滑らかな仕上がりになります。そして出来上がったプリンなんですが、常温でしっかり冷ましてから冷蔵庫で1日冷やしてください。きちんと冷やしていただくことでとても滑らかで濃厚な仕上がりになります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はコーヒー牛乳プリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。